はい、こんにちは。今日はね、自爆ドローン攻略やっていきたいと思います。っていうかね、あいつ近くに寄ると爆発するっていう習性以外何もつかめてないんだよね。正直どうしたらいいのかわからない状態なので、まずは偵察からやってみましょうか。ということで行ってみましょう。とりあえずこのドローンアーマーなら加速性能で振り切れるかもしれないし、防具としての役割も果たしそうですね。上り坂では十分な加速は得られないんだけど、下り坂だと必要以上の加速をするので、平坦な場所で制御しやすい個数に抑えてます。で、この先の要塞にいるのは分かってるんだけど、要塞の中にスポナーがあるので、周りからはビーム砲から狙われるし、ノーマルドローンのスポナーもあるし、かなり手強いんだよね。で、今作業場所にしてる格納庫からあの要塞までは遠いので、まずは手前にある区画を制圧して作業場所にしたいんだよね。そのためにとりあえず一番厄介な自爆ドローンを先になんとかしたいってところなんだけど、スポナー2つもあるんだけどまあ躊躇した隙を突かれましたね。この角度からだと見えにくいんだけど、おい、カメラ操作する前に周囲は見てるつもりなんだけど、本当に見えない角度から回り込んでくるので厄介ですね。要塞は視界が悪いので、いきなり角から攻撃されたりしそうですね。一応このドローンアーマーのスピードで振り切れるんだけど、ここ要塞以外にも風力発電機とドローン基地もあるので、なかなか激戦区ですね。奥の方にもスポナーが2つあって、合計4つもありますね。何か使い道があるかもしれないんだけど、今のところイエロースライムの餌くらいしか思いつかないし、使うにしても4つもいらないですね。こいつ壁越しだと爆発しないのかな？単純に距離か？いて、本当にただでさえどこから湧いてくるか分かりにくいのに、壁があると戦いづらいですね。それはそうと、本当に壁で爆発しないようだったら戦い方に選択肢がいて、手を伸ばしただけなんだけど、もしかしたら数ミリ動いちゃったのかな。まあこの辺の細かい挙動も気にはなるんだけど、落ち着いて検証できる環境ではないので、今回は置いときます。で、しばらくこの辺を偵察して、自爆ドローンはうまいこと動けば振り切れるとはいえ、スポナーがある限りどんどん出てくるので、動き方次第では逆に相手がいっぱい増えて何もできなくなりますね。スポナーの近くで捕まえられればいいんだけど、この激戦区でそんなもたもたしてたらそれこそ狙い撃ちにされそうなので、ここは自爆ドローン自体をなんと
とかするよりもスポナーを先に破壊して元を絶った方が賢明かな。差し当たって手前にある区画を制圧したいので、今回はスポナー2つをターゲットにします。よし、じゃあスポナーをどうやって破壊するかを考えてみましょう。パッと思いつく戦い方は5つほど思いつくんだけど、今回は強襲型でいってみましょうか。猛スピードで接近して猛スピードで破壊して猛スピードで逃げるって作戦ですね。よし、その方針で装備を作っていきましょう。まず重要になるのが大ダメージを与えられる武器。大きすぎる武器だと重量が増えてスピードが出なくなるので、大きすぎないレベルで大ダメージを与えられる武器としてタングステンブレードを作ります。タングステンは1200度まで温度を上げないと鍛造できないので、今まで主に砕いて使ってたんだけど、硝石を使うことで燃焼の温度を上げることができるはず。硝石はその辺で若干拾ったのと、前回移動させてきた船に積んでるのでこれを使います。普通に木を燃やしただけでは900度くらいまでしか上がらないんだけど、硝石の燃焼補助能力を使えば1200度以上まで上がりますね。ちなみにこれ燃やす前に砕いてるのは小さい方が熱が通りやすいっていう性質を利用してます。どうせ後でくっつけれるんでね。小さいタングステンをいっぱいくっつけるのもいい作戦なんだけど、大きい物質の方が単発では壊れにくいのと、今回は単発で大ダメージを与えるつもりなんでね。硝石は燃え尽きるまで消すこともできないので、ついでに手元にあるタングステン鉱石を大小適当な大きさのタングステンにしときました。まあいずれ使うことになるでしょ。よし、武器はこれでいいとして、高速移動できる装備としては以前作った陸戦型ストライカーユニット。上半身の動きを邪魔しにくいので武器を自由に振ることができるし、最高速度が乗った状態では誘導ビームを振り切ることも実証済みなので、いい戦いができるんじゃないかな。よし、装備も整ったのでこれで要塞に攻め込んでみましょう。っていうかね、要塞に着くまでカットいざ。あれ、せっかく坂道で勢いがついてたのに足が引っかかりましたね。今ちょっと壁で見えにくかったんだけど、スポナーに2体いたのが見えて、躊躇した時にもう1体湧いて手前のやつと合わせて4連発を食らってます。ためらいなくぶん殴れば壊せたかもしれないんだけど、強襲作戦では一瞬のためらいが命取りになりますね。過去何発か食らってるんだけど、当たり具合によってダメージが変わるとはいえ、直撃で
300くらい食らったりするので、4発食らったらアウトと考えた方がいいでしょ。逆に3発以内に倒すか、直撃を避けながら倒せばこっちの勝ちですね。ちょっとスピードが足りなかったので強化したのと、ちょっと思いつきで以前いまいちだったロケットパンチを作ってみました。こいつ自体がスピードアップの効果もあるし、スピードが乗った状態でドローンロケットのスピードが乗れば、もしかしたら大ダメージが入るのではって思ったんだけど、扱いが難しいだけで大して強くないですねっていうかね、スピードが乗った状態だと自分の手から離れて飛んでっちゃうし、これ片手が完全に塞がっちゃうので、両手で持つとカメラ操作とかセーブができないんだよね見た目の相性はいいと思ったんだけど、性能の相性が最悪ですねまあこいつは引き続き改良の余地があるとして、やっぱタングステンブレードかな。もっぺん行ってみましょう。よし、いい感じにスピードが乗って、なんでここで外すかな一応刀身にも当たってるみたいなんだけど、一瞬先に合金部分が当たったのかな。こにゃろこにゃろ。よし、できればかっこよく一撃で仕留めたかったんだけど、まあ敵に囲まれる前に離脱できたので成功ってことにしときましょう。スポナーはまだ一つ残ってるんだけど、装備も破損してたし、いっぺん戻ってきました。ぶっ壊れた部品は新たに追加して、ダメージを受けた箇所は補修剤で修理しときます。よし、これでもっぺん行ってみましょう。いい感じにヒットしましたね。ダメージがね、これストライカーユニットで蹴飛ばしてるのもあって数字が重なってるんだけど、合計5000ダメージくらい入ってるみたいですね。逆に足さえ当たらなければ一撃でやれたと思うんだけど、よし、まあ一撃で倒せたらかっこよかったんだけど、もうスピードで接近して逃げるっていう作戦自体は実行できたので、ギリギリ成功と言っていいでしょう。ということで、自爆ドローンのスポナーを破壊することができました。っていうかね、自爆ドローン自体は実質攻略できてないんだけど、まあ最初に説明した通り単体でどうにか相手ができる状態でもなかったし、スポナーはまだ2つ残ってるので、いずれ捕まえて遊んでみましょうかね。で、あとはビーム砲を何個か潰せば手前の区画は制圧できるんだけど、せっかくなので新しい武装を作ってみようかなと。ということで、次回は光爆式オーバーソウル100個やってみたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺で。はい。